はい、いらっしゃいませ。ジーシーズです。今回は2回目になりますジャズ喫茶体験動画。ジャズ喫茶なりのね、動画リストを作って皆さんにジャズの素晴らしさをズドンとお見舞いする企画となっております。覚悟してくださいよ。やけどしても知らんで。前回は冬の日のジャズ喫茶ということで激渋デクターゴードンで始まる企画でしたが、今回はね6月を意識していってみようと思います。わかりますか？日本では4月から新年度が始まり、新入学や新社会人のね人たちも 1,2 ヶ月が過ぎた頃、そろそろ自分を見つめてゆっくり音楽を聴く余裕ができた頃かなと、そんなあなたにお届けしたい内容、いわば新入学新社会人に向けたジャズ入門って感じでございますね。とはいえですよ、私ども営業中のジャズ喫茶としましてはですね、何でもかんでも初心者向けに選曲するというわけには参りません。はい、名前を挙げてるのも変だけど、デーブ・ブルーベックのテイク5とか、ビリー・エヴァンスのワールズ・フォー・ディビーとかそういうのはねとてもセンスの良い素敵な演奏なんだけど、でもねもうちょっとね本格的な熱い演奏もお届けしたい。深いもの、感動するものね。というわけで今回は7動画をリストしました。例によってねYouTube の自動演奏リストにはなっておりませんので恐縮ではございますが、手動で概要欄からチェックをしていただく形になります。なら僕って申し訳ないジャズなので許してください。ただ演奏はいいっすよ。ほらジャズなんてスタバの BTM でかかってるやつでしょなんてね、そんなふぬけたイメージをね破壊してまいりますよ。ただし大きな音で聞いてくださいね。そうしないと無理です。伝わらないです。小さな音で聞いてもね、なんか古臭いだけじゃんこんなのって感じてしまうと思う。僕の好きなクラシックギターは小さな音の響きの中にこそ味わいがありますけど、ジャズは違います。音圧こそが命と言って過言ではない。一つお願い、動画のね自動再生はオフにしていただけたらと思います。自動再生だと他の曲に行ってしまうので、今回のリストからね、ぜひ聴いてみていただけたらと思います。連続して聴かなくてもいいですけどね、時間が許す限りで、なんか本読んだりゲームしながらでもいいんで、素晴らしい音楽だけを約束しますのでよろしくお願いします。いきなりこれがよ、サックスのビル・エヴァンス。なんとねこれ驚きますよ。信じられますか9年前に YouTube に公開された動画なのに未だにね視聴数2000回いってないんですよ。おいおい、どれだけマイナーなんだと。すごすぎません？こんな珍しいものをいきなりおすすめするって、さすが後半の実質でしょ。しかしねみんな分かってないんだ。これはね大きな音で聞くとねがぜんいいんです。もうね出だしのサックスの音がね眠く聞こえるようなねダメです。もういきなりこのサックスうるせえってまず感じる。でそれが適正ボリュームなんでね、そのボリュームのままうねるようなベースの響きに金元がコシンコシンってかぶさってくるんですよ。それでもね音量を下げない、大音量のまま身を任せる。で実際ねリアルジャズ喫茶実質でも暖かい季節になってくるとね、昼の開店の時とかねかかってましたね。まずねいきなりディープな黒人ジャズではなく、我々黒人じゃないのでちょっとそこはハードルがあるので、まずはねコンテンポラリーなパワープレイで1日営業を始めるっていうね、
これ案外ジャズミュージックを長く楽しむ極意だって感じましたよ。はい。店長もね、これ B 面いいんだよって A 面じゃないんですよとかって言ってましたね。そしてね、もちろんここでサックスのビル・エヴァンスは有名なピアノのビル・エヴァンスとは別人です。この人はバンナナしてはちゃめちゃな演奏する動画なんかも上がってますが、しかしこのアルバムのしかもこの B 面だけはね、パワーと繊細さがねすごい両立してるんですよ。素晴らしい演奏です。特にね B 面1曲目の The Young and Old、 これ最高ですね。サックスピアノもいいけど、なんて言ったってねリズムセクションがねマイク・イーガーとダニー・ゴッドフリードですよ。この2人はパッド・メセニのね名作アルバムでも大活躍してる2人で、これねデカアウトで聴くといいんでよろしくお願いします。そして、ここで一つジャズらしいジャズ、リッチー・コールの I have a home in Pittsburgh。 リッチー・コールって知ってます？多分ねコアなジャズファンからはもう無視されてるかもね。知らねえよそんなの、名前しか知らねえよみたいな。なんかねヘルシーなんですよ。もうなんでだってねご本人ね国際ジャズ教育委員会の創立メンバーだそうでね、いわば良い子のジャズ学校の校長先生みたいな。もうヘルシーすぎてね、逆にこの人については語ることもあまりないし、ヘルシーすぎて長く聞いてると眠くなりがちなんですけどね、とりあえずねこのさっぱりとしたヘルシーなサックス、夏が近づいてくると、僕は聴きたくなるやつなんですね。一つどうぞ。次次はね失踪するやつ、ザ・グレート・ジャズトリオの、ハンク・ジョーンズ、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスによるピアノライブ版、1977年ニューヨークビレッジヴァンガードでの収録です。これはねいわゆる野球のジャケットで有名なやつですね。なんで野球なのか意味は分かんないけど、とりあえずね一回見たらでね絶対忘れられないジャケットですよね。この1曲目のハイテンポな攻めの演奏はね6月にふさわしいと思いますよ。疾走してます。最高です。ただ2曲目以降になってきてね、ほら知ってる人は知ってるベースのロン・カーターさんのねいつものウィーンっていうね無理くりポルタメントがね始まっちまうとだんだん煮詰まってくる感じもありましてね、多分アルバム全体としての評価はあまり高いとは言えないとは思うんですけど、しかし1曲目のね疾走感は絶品ですんで、ぜひもう勝負はね1回表勝ちに行くぜって演奏です。はい、そして出ました大当たり、カラン別にリッチー・コールがティッシュだったって言いたいわけじゃないですよ。レッドガーランドのグルービーをおすすめします。僕多分ねジャズで1枚だけって言われたらこれを選ぶかもしれない。ただのピアノトリオ、しかもねただのブルースなんだけどね、音楽の面白さにね溢れてますね。本当にもう楽しそうに。いやピアノのレッドガーランドって知ってます？実はねボクサーだったんですよ。これマイルズのアルバムの時も喋りましたけどね、ボクシングの選手でね、青年時代は体を鍛えてたエンタメ黒人ボクシングのねリングに立って、生計を立ててたらしいです。だから本来なら音楽を学ぶべき時に、戦ってた。でもね持って生まれた才能はめちゃくちゃすごくて、マイルス・デイビスに拾われてからピアニストとして活躍でね、マイルスの初期の名盤リラクシンとかほとんどねこのボクサー上がりのピアニストなんですよ。
いやまあちなみにマイルス・オニーはねしっかりバークリー音楽大学行ってますけどねまあそんな異色なレッドガーランドの天才ぶりをもうねリーダーアルバムとして惜しげもなくぶちまけたのがこのグルービー。なんていうの、例えてみればねレゴってあるじゃないですか、組み立て式のおもちゃね。で普通の人はさ家とかさ車とか作るところですよ。でも稀にね天才がいて同じレゴからって驚くくらい面白いものをねホロホロって作ってしまう。その発想があったかってね。まあそんな感じの演奏レッドガーランド、お楽しみに。でここでそろそろねがっつりライブコンサート動画を一つつなげたいと思いました。ただね今回6月らしくね少し甘めのやつをご用意させていただきました。グローバー・ワシントン・ジュニア1981年の夏フィラデルフィアでのライブ録音演奏です。グローバー・ワシントンってご存知でしょうか。ジャズというよりブラコン、いわゆるブラックコンテンポラリーってやつに近いかもしれませんね。ジャズ喫茶でこんなのかかるのかよと思われる硬派な方もいらっしゃるかもしれませんけど、元祖ジャズ喫茶実質でもねフュージョンは結構かかってましたよ。ウェザーレポートとかブレッカーブラザーズとかあと渡辺和美とか、もちろんグローバー・ワシントン・ジュニアといえばね、ご存知ワインライト、超有名なアルバムがあります。これいいっすよジャズ、これはワインライトはねデートミュージックとして一世を風靡したやつですね。デートアルバム、もう今聴いてもねおしゃれでセクシーなんですよ。たとえね数万円のオンポロ中古車に乗っていてもこれを車内で流すとね贅沢なラグジュアリーカーに乗っている気分になりますからねいやマジでグローバー・ワシントン・ジュニアってねちょっとね動画で見るとやっぱなよってしてますよね。キャノンボーラダレみたいな硬派なジャズは無理だし、コールトレーンのような尖った芸術性ともねソニー・ローリンズのクールさとも違う。でもねそこがセクシーだと思う。もうデートでねグローバー・ワシントン・ジュニアがかかったらねもう仕方ないですよ。いいわよ、朝まで寝かさないからってなるやつですよ。おそらく僕の想像ですけど今の日本人のね何%かはね多分グローバー・ワシントン・ジュニアの音色の下で受精なさったのではないでしょうかなさってませんかまあこんなヨタ話が許されるのもねなんて言ったってこのバンドのドラムのスティーブ・カットね揺るぎない支えがあってこそですよ。途中グローバーが「おい君たちの番だよ!」って言ってドラムとパーカッションを2人に任されてね盛り上がっていくシーンとかねライブならではですよ。こういうのいいっすね。はい次、さて縁も竹縄ということでここで一発王道を、ジャズ喫茶の王道キース・ジャレットのケルンコンサートパートは26分これが王道なのかバカ言うなと音楽ジャーナリスト様からお叱りを受けてしまうかもしれませんが、とりあえずねこれは知っておかないと話にならないやつですね。でねキース・ジャレットというジャズピアニストのインプロビゼーション即興演奏です。一人でピアノに向かって即興してます。このねケルンコンサートに関してはすでにうちのチャンネルで詳しい動画を作っているので時間のある時にぜひそちらもご覧ください。これはねもう強く本気でおすすめします。というのはねライブを企画した17歳女子の逸話とかねピアノや音楽機材のこととか ECM のこととかもう裏話たっぷりでねマジで面白いですからね。あとこの演奏をあえて6月に向けに選ぶには
実質なりの理由がございます。はい、かつて存在したリアルジャズ喫茶実質は北海道の釧路にありましてね、夏が近づいてくるとね、女子が白い水着で街を歩き始めるんですよ。というのは冗談ですけどすいません。真っ白な街になるのは本当です。これねマジすごいですよ。霧のことですけどね、朝は晴れていたはずなのに、今日いい天気だなって言ってもなんか昼近くなると海からね白い雲がやってくるんですよ。空の雲じゃなくてね、地面を進む雲もう霧というよりね、もう雲でございます。もうここは山のてっぺんかって感じ。でもね釧路ですから、はい、高原の爽やかな霧とは違うんでございます。なんかね海っぽいんですよ。魚の香りがするのねそしてね、港から船の無敵がぼーっと寂しげに聞こえてくるんですな。また霧になっちゃったって時に、そんな時にケルンコンサートを聞くとね、白い霧がねアートに変わるんですよね。何この神秘的な世界。これ渋谷とか札幌とか目じゃない、霧の釧路最高じゃんって気分になりますよ。はい、ぜひ皆さんもね白い霧に包まれて、もうろくに道も見えず途方に暮れたような気持ちになってね、これケルンコンサート聞いてみていただければと思いますね。結局ね最後に頼れるものは何なのか、今まで自分がやってきたことって何なのか、道しるべは何なのか、なぜジャズ喫茶で音楽なんか聴き続けるのか、今とは何なのか。ちなみに、オリジナルはレコード2枚組で発売されたものです。今 CD とかねネットになってますけど、パート1は1枚目の A 面ですね。でまだまだすごい演奏は続きがありますので、よかったらぜひ挑戦してみてください。はい、最後に、トニー・ベネットのボーカル、伴奏はビル・エヴァンスで酒とバラの日々。こちらはねピアノのビル・エヴァンスさんですね。皆さんもご存知の、はい、この演奏は短いけど、今回のリストのラストを飾るのに、ふさわしい最高の演奏だと思います。おじさん2人によってね演奏される酒とバラの日々、人生の豊かな香りに満ちた希少なね名酒の酒のようなエレガントな演奏です。なんて言ったってねビル・エヴァンスですからね、エレガントな演奏をやらせたらこの人の身に出る人はいないですよね。で歌詞の意味はだいたいこんな感じです。酒とバラの日々は大騒ぎの子供たちのように去っていく。追いかけていこうとしたのに、その草原には閉じた扉があり、これ以上進めませんと以前はなかったことが記してある。孤独な夜、そよぐ風、その風を受けて懐かしい思い出が浮かぶ。輝くような笑顔にすべてが導かれ、記憶があふれてくる。あの日々、酒とバラと、そして君。さて、Wine and Roses and You。では。